お話丸かじり。このチャンネルでは様々なお話を脚本化して朗読劇でお届けしております。今回お届けしますのはギリシャ神話です。タイトルをお願いします。第96夜のお話はメデューサ。演者は琴美と浅井優。ストーリーテラーは米村隆一と山本真由美がお送りします。さあ、今夜も物語の扉を開きます。最後までごゆっくりとご覧ください。それではまた後でお会いしましょう。メデューサ。時ははるか大昔、ギリシャには多くの神々が存在していました。彼らは人間や動植物とも共存し、それらを支配していました。中でもオリュンポス山の山頂に住んでいた12柱の神々は、大地、空、海などさまざまな自然を統一し、その頂点に立っていました。神々の多くは主に人間を愛し、同じ大地に生まれた兄弟とみなしていたので、姿をその形に変え共に暮らしていました。ただ人間と異なることは、病気や怪我、老いというものはなく不死だということ。さまざまな魔力を持ち、大自然を思うがままに操ることができること。神の中には人間と交わり、神と人間の子供を作る者もいました。これからお話しする神話は、その世界の中に生きたある女性の悲劇でもあるのです。ある海沿いの村にポルキュースという神が住んでいました。ある日彼は海辺で黄金に光るゆりかごを見つけました。中には美しい人間の子供が入っていたのです。やがて美しい女性になるだろう。ポルキュースはその子供にメデューサと名付け、育てることにしました。月日は流れるように過ぎ去り、メデューサは美しい娘に成長しました。他の4姉妹とも仲が良く、三女のステンノー、四女のエウリワレーとは特に親しくしていました。何をしてるの？お姉様。また蛇を部屋の中に入れて、毒があったらどうするの？大丈夫。彼には毒はないわ。彼だってわかるの？すごーい。蛇は神聖な存在なのよ。それに、とても愛らしい。そうね。でも本当は恋焦がれてるんでしょう。お姉様の気持ちはよくわかるわ。意味深に笑みを浮かべながらエウリワレーは席を外し、部屋から出ました。二人きりになると、もう一人の姉は言いました。愛してるわ。よく見ると、かわいい顔してるわね。蛇じゃない。お前のことよ、メデューサ。そう言うとステンノーは最愛の妹を抱きしめ、キスをしました。お前に力を分けてあげる。私の方を見て。さあ、メデューサ。そう言うと、ステンノーはメデューサを鋭く見つめ続けました。人間はか弱いもの。
私たちのように身を守ることはできない。これは私からのプレゼント。お前を見たものをすべて石に変えてしまう魔力をあげる。私は翼をあげるわ。私たちの絆として。ありがとう、お姉様。メデューサが嬉しそうに微笑んでいると、二人の姉は表情を険しく変え言いました。でも、この魔力は今は使えないの。翼も同じ。これらの力はお前の怒りと憎しみが頂点に到達したとき、そして人間である自分を捨てるときに初めて使えるようになるわ。それまでお預けよ。その時が来ることがなければいいけど。その頃、オリュンポス山では、十二神のうち、ゼウスの娘である戦略と処女の神、アテナと、ゼウスの兄であり、海を司る神、ポセイドンが、ギリシャの土地、アクロポリスをめぐり争っていました。その争いは、両者が互角で、なかなか勝敗がつかず、神々の判決で決めることになりました。その結果は、アテナ側があっけなく勝利し、土地はアテナのものとなりました。争いに勝った女神は、その土地に自分の名を付けました。ケクロプロスめ、アテナに媚びを売り寄って、こんな丘、水浸しにしてやる。納得がいかず怒ったポセイドンは、土地を海水で台無しにし、女神を殺害しようと、宮殿の外でその機会を待っていました。すると、かつて自分が愛した女神にそっくりな美しい女を見かけました。デメテル。いや、幻か。似ている。美しい女だ。そして、海の王は女に声をかけました。ここで何をしている？これからアテナ様にお仕えしに参ります。あの方に純血を捧げたいのです。メデューサは海の王に美しい笑みを投げかけると、その場を去りました。皮肉なものだ。私の心を掴んでおきながら、アテナに身を捧げるとは。メデューサはアテナの巫女になることを夢見ていました。巫女になるには純潔であることが絶対の条件であり、生涯それを守り抜かなくてはなりません。その他、女性の模範とならなければならず、規律も厳格なものでした。毎日のようにたくさんの娘たちがアテナの宮殿に訪れました。でも宮殿を通され、巫女になるのを許される者はほとんどいませんでした。メデューサはその中で特に際立ち、アテナの目を引きました。よろしい。宮殿の出入りを許します。誠意を持って私に尽くしなさい。アテナの巫女になったメデューサは、嬉しさとともに迷いと誘惑で心が揺れていました。宮殿でのメデューサの巫女としての振る舞いは麗しいもので、アテナにもよく尽くしました。特にその美しい髪と美貌は周りの人の目を引きました。巫女としての務めを終え、宮殿を一歩出ると、毎日のように男たちが彼女の周りに群がり、口説かれたり、時には純潔なミサオを奪われそうになったりもしました。メデューサは様々な誘惑と戦い、葛藤しながら宮殿の隅に一人、佇んでいました。
私は純潔を守らなくてはならない。でもみんなが私を、この髪をアテナ様より美しいと言ってくれる。ああ、私だって男を味わいたい。宮殿の外にいるあの女たちのように。そんなに男と交わりたいか？アテナ様、この神聖なる宮殿の中で、そしてこの世で最も純潔な私の前で、男を想像するのはやめるのね。私は人の心の中を映し出すことができる。あの鏡のように。今、お前の心の中もはっきりと見ることができた。お許しください、アテナ様。メデューサはアテナにすがり、涙を流しながら許しを請いました。私の足にキスをしなさい。今回だけはその透き通った涙に免じて許してやる。この美しいアテナに寵愛されることが嬉しいはずなのに、メデューサの心は激しく揺れ動いていました。純潔の裏に隠されている別の激しい欲望が、今の現実を、甘美なまでの触れ合いを叩き壊そうとしていたのです。どうすればいいの？私のすべてがおかしくなり、壊れてしまいそうだわ。宮殿の外では、血を流さない冷たい戦いに負けた一人の神が、敗北の憂いと叶わぬ欲望に打ちひしがれて、沈んだ顔つきで立っていました。このままでは、私の名が永久に大地の底に沈んでしまいそうだ。この屈辱は消えぬ。なんとか、あの傲慢な姪を憎しみと悲しみの淵に突き落としたいものだ。海の神は、同じように顔に憂いを見せながら、美しさを振りまいている一人の女を見つけました。運命は無情にも、境遇や背負う宿命が違いながら、同じ欲望を持っている一組の男女を引き合わせてしまいました。それは、ここにいる美しい女性が、悲劇の底へと落ちていくことになるのです。二人は最初、互いにこの数奇な偶然に警戒していましたが、徐々にそれは弱まっていきました。あなたは？ポセイドン、海を司る神だ。私はメデューサ。メデューサか。こちらで何をされているのですか？美しい花を見ていた。花？どこにあるのです？するとポセイドンはメデューサを強く抱きしめ、激しく口づけをしました。美しい花よ、傷ついた私の心を癒しておくれ。メデューサは海の神の突然の抱擁に最初は驚きましたが、初めて感じる甘美な味わいを堪能し始めていました。ああ、熱い口づけ、激しい鼓動、これが男なのね。そして悲しそうな表情。あなたは傷ついているの？もしそうなら私が癒してあげる。美しい巫女は抱きしめられている目の前の男に口づけを交わしていました。そして腕は彼の熱い胸板に触れていました。メデューサはしばらく抱擁に浸っていましたが、我に返り急いで彼から離れました。いけません、カイオ様。ここはアテナ様の宮殿。私は巫女なのです。純潔を
保たなければなりません。でも遅かったのです。二人のみだらな振る舞いは、一番見られてはいけない相手に見られていました。何をしているの、メデューサ！アテナ様！お許しください、アテナ様！なんて愚かなことをしてしまったんだろう。詫びることなどない。お前は自然の摂理に従っただけだ。まずは忌まわしい獣を消さなければ。この宮殿から消え失せろ！力が抜けてゆく。アテナは太い鉄の槍を海の神に突き刺しました。槍は右胸を貫きました。お前は私の宝を汚した憎き狼。もうおじとは呼ばぬ。果てしない海の底に落ちるがよい。アテナの怒りは嵐を起こしました。傷ついた海の神はそのままゆっくりと槍を抜きました。こんなもの、痛くも痒くもないが、心には深く突き刺さる。おそらくアテナは、あの娘を許すまい。気の毒なことをした。これは宮殿を、私の名誉と、お前自身を汚した罰だ！そう言うと、アテナはメデューサを醜い姿に変えてしまいました。髪は無数の蛇になり、腕は青銅になりました。メデューサは悲しみと後悔で泣き崩れました。出て行け！汚らわしき怪物め！宮殿から追い出されたメデューサはポルキュースの元に帰りました。私のメデューサ、かわいそうに。あの女を亡き者にする！メデューサの変わり果てた姿を見た姉たちは弓を持ちアテナの宮殿に向かいました。そして女神に狙いを定め毒矢を放ちました。その様子を見ていた標的の女神はいともなくそれをかわしました。この私に毒矢を放つとは、哀れな姉妹よ。妹の罪を共に背負うがよい。そう言うとアテナは二人の姉も蛇の怪物に変えてしまいました。姉たちの変わり果てた姿を見たメデューサは悲しみと絶望に暮れ、やがてそれが怒りに変わっていきました。今こそ魔力を覚醒させる時よ。ゴルゴーにされた私たちの屈辱を晴らすのよ。メデューサは天を仰ぎ高く咆哮しました。その体は青白く変わり、背中には大きな翼が生えました。女神よ、お前の周りの人間たちをすべて石に変えてやる。こうしてメデューサは美しい女性から復讐に燃える恐ろしい怪物となったのです。誰も彼女に近づくことすらできませんでした。メデューサは姉からもらった恐ろしい魔力で次々と人間を石に変え、命を奪っていったのです。それはすべてアテナへ向けての復讐でした。純潔の女神よ、お前の築き上げたものすべてを失うがいい。私のこの魔力の前ではいくらお前が不死身でもこのようになるのだ。
メデューサは石に変えた一人の女を壊して言いました。噂は国中に広まり、聞きつけた勇者たちが怪物を倒そうと挑みましたが、次々と石に変えられていきました。そしてメデューサは同じようにアテナの敗北を目論んでいるポセイドンとも密かに仰せを重ね密通していました。事態を知ったアテナは異母兄弟のペルセウスを宮殿に呼びました。よくぞ来てくれた。とても名誉なことだ。成し遂げられればの話ですが、セリフォス島の王が母に夢中でね、このアテナに出没する怪物退治を命ぜられた。それは建前で、奴は厄介払いをしたかったようだ。メデューサは大罪を犯したの。許せることではない。だからこの私にその化け物を退治しろと。条件があります。私は半身。父はあなたと同じゼウス様だが、母は人間だ。この身は不死身ではない。まともに戦うと、怪物の魔力で石になる。これはアイギス。聖堂の盾だ。ヘルメスにも頼んで金剛の鎌を用意させよう。他にも必要なものがある。怪物は剛腕で、背には翼があるとか。鎧にはハデスの隠れ兜、翼のあるサンダルも用意しよありがたい。だがもう一つ、なくてはならないものがある。う。それはあなたの懺悔の気持ちだ。怪物にすることはなかったはずだ。あなたの本当のお気持ちを聞きたい。そして怪物となってしまったあの女への慈悲を。どうなんです。それがなければ私は動かない。するとアテナは涙を流し言いました。私はあの子を愛していた。それに心の底で嫉妬し妬んでいた。民が私よりあの子を愛し称えていた。それが許せなかった。あの子も女神である私を捨て男に心を奪われていた。あの子は巫女。それはあってはならぬこと。姿を醜くし宮殿から追い出した。でもそのせいで彼女は覚醒し恐ろしい怪物になってしまった。あなたのしたことは許されない。だが彼女の罪も裁かなくてはならぬ。わかりました。約束します。怪物を倒し必ず彼女をあなたのもとに戻してみせます。こうしてペルセウスは様々な武器を持ち、ゴルゴーンとなった三姉妹が住むと言われるオーケアノスの谷に向かいました。奴の目を見ては石に変えられる。果たしてどのように戦えばよいのだ。ペルセウスはまず隠れ兜で体を見えなくしました。物音を察知した三姉妹は目の前にいる敵を探しました。誰だ。姿を見せろ。見せたらこっちの負けだ。お前たちの妹を退治しに来た。二人には手を出さぬ。即刻立ち去れ。私たちにかなうと思ってるの。身の程知らずの卑怯者め。姿を隠しても無駄だ。どこにいるか暴いてやる。メデューサの姉
ステンノーとエウリュアレイは妹を守るためペルセウスを探しました。でも、ハデスの兜をかぶった彼を見つけ出すことはできません。すると、後ろの方から声が聞こえました。この男は神に守られている。うかつに近寄ってはダメよ、お姉様。お前がどこにいるのか、私たちにははっきりわかる。そう言うとメデューサは魔力でペルセウスの頭からハデスの兜を取りました。姿が見えてしまったペルセウスは即座に目を閉じました。そして振りかざしていた鎌も下ろしました。これで勇者が赤子に変わったわ。目を閉じたままで私たちを倒せるのかしら。もはやその手に持つ鎌も役には立たん。心に現れるものは時として目が映し出すものより鮮明に見える。メデューサは剣を持ち勇者の背後に回りました。その時ペルセウスが持っていた青銅の盾が背後に回ったメデューサの姿を映し出しました。今だ。それはあっという間の出来事でした。背後に回られたペルセウスは目を閉じたまま力強く金剛の鎌を振り切りました。それは見事メデューサの首を捉え切り落としました。メデューサ！辺りは血で染まり、彼女の首からは新たなものが2つ生まれてきました。そのうちの1頭は天馬となり空に羽ばたきました。そしてもう一人は精悍な勇者が生まれました。ペルセウスは素早く切り落ちた首を拾い急いで谷から逃げました。姉の一人は首のない妹にすがって泣き崩れ、もう一人の姉は怒りに満ちた形相で勇者を追いかけました。ペルセウスは黄金の鎌を姉に向けました。すると鎌は黄金に光り、その光を浴びた姉のエウリュアレイは動けなくなり、勇者を追いかけることができなくなりました。許してくれ、三姉妹よ。できれば君を生かして再び女神に会わせたかった。本当に許してくれ。戦いに勝利したペルセウスは途中様々な難関をかわしアテナの宮殿に戻りました。無事に戻ったか。メデューサは？約束通り怪物は退治しました。だがあなたの愛するメデューサはもういない。できればもう一度彼女をあなたに会わせたかった。これはあなたの宝であり、私にとってもかけがえのない味方です。帰りにいろいろと災難に遭遇しました。囚われていた姫を助け出し、憎き敵を退治した。それに母にまとわりつくハエも消しました。皆ここにある味方が助けてくれた。姫と結ばれることにもなりました。どうぞお見知りおきください。お幸せに。さあ、その味方を見せておくれ。切り落とした時に、そして最後にしまう時にも目を閉じましたが、お気をつけください。見開かれた時はどうなるかは分かりません。そう言うとペルセウスはゆっくりと袋から中のものを出しました。それを見ると女神の目から大粒の涙があふれてきました。メデューサ、許しておくれ。
私のメデューサ。アテナは泣きながら変わり果て首だけとなったメデューサの頬にキスをしました。そしてペルセウスから返還されたアイギスに彼女の首をつけました。そしてその盾はアテナと共に戦場で戦いましたが、最強の守り神となりました。そしてそれは伝説となり、後にたくさんの戦士が盾にメデューサの首をかたどり、勝利の女神としたそうです。おしまい。ということで、第96夜、メデューサ。いかがでしたか？いやー、初めて内容を知りましたね。おー。いやもう本当に自分の中でのメデューサのイメージは、はい蛇の姿をして、もう見るものを石化にするっていう。ああ、確かにそういうイメージ強いですよね。はい今回のテーマは、エゴイズムの醜さはい。ということなんですが、いやー、ギリシャ神話どうでした？いやー、なんか有名な人の名前とかも聞くんですけど、聞きました。はい。全然イメージが違ったりとかすればすごい頭おかしくなります。いや、なんだろう、スケールと桁がもう全然違いすぎいてやもう本当にはいなんかこんがらがりますね。こんがらがりましたねはいもうそんなやっぱり神様だと、スケールとかやっぱ違ってくるのかなっていうのもしみじみ感じましたけれども、罪を償うという点では、はいはいやっぱりそこも違うのかなって思ったんですよね、そうですよね。確かにそのメデューサがやったことって許しがたいことだとは思うんですよ、はいでもあの姿に変えるというのはいやーちょっともう自分もあんまりメデューサがもう美しい女性とは知らなかったんですけど、急にああいう化け物になってちょっとやっぱかわいそうだなって思います。なんだろう、悪いことをしたらもう取り返しがつかないというのは日本でもどこでも共通の認識なのかもしれないですね。そうですね。で意外なことなんですけれども、はいこれペガサスがメデューサから生まれたんですよね。え、そうなんですか。なんかそれも意外なところで知ったことなんですけれどもまたちょっと頭おかしくなりそうだ。そういいと思うけどなということで第96夜ギリシャ神話メデューサをお送りしました。次は日本のお話をお送りします。それではその次回の夜まで健やかな時を。良い夢を。お相手は山本真由美と米村隆一でした。それでは皆さんおやすみなさい。次回のお話丸かじりは、日本の神話、海幸彦と山幸彦をお届けします。これからお前たちはこの地で暮らして様々なことを学び、立派な神に成長し、天に戻ってくるのだ。ホデリ、お前は海辺で暮らすのだ。かしこまりました。ホーリ、お前は山で暮らすのだ。かしこまりました。この海には魚が住んでいて、糧とするのは意外と大変なんだ。どうだい兄さん、お互いの生活を変えてみないか。確かにずっと海辺で暮らすのは大変だからな。それに山にも全く関心がないわけではない。一日だけならいいか。申し訳ありません。まったくなんてことをしてくれたんだ。次回もお楽しみに。皆さん、今回のお話はいかがでしたか？よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。コメントもお気軽に。それでは次回のお話まで。またね。